こんにちは、ボスケです。今日はね、また天文機材を開封していきたいと思います。よろしくお願いします。今日開封するのはね、携帯台になりますね。ちょっとまた気になった携帯台があったのでね、ちょっとポチってみました。というのも、今後ね、携帯台ね、でっかいのが欲しいなと思ってるんですけれど、そのね、気になった携帯台っていうのはね、でかい携帯台で、ただね、ちょっと高いので、それよりもね、ちょっと小さい機種をね、使ってみて、それで良ければ大きいのに移ろうと。そういう魂胆なんです。ですので、今回のね、携帯台も、一番小型のものになるんですが、小型といってもね、搭載重量10キロって書いてあったので、こりゃひょっとしたらミューロンとかにも使えるんじゃないかなと、そういうふうに思ってます。それではミュージックスタート。ということでね、これですね。これはね、シュミットさんというね、販売店でオリジナルで売ってる携帯ですね。ここにはね、ヘルクレスって書いてあるんですけれど、特にね、製品名ではヘルクレスっていう名前は入ってませんでした。ベルトドライブ携帯っていうことでね、売られている商品ですね。それではこれ、早速取り付けていきたいと思います。まずね、背面ですが、カメラネジが切ってあるんですね。大きい方のカメラネジが切ってあるんですが、その他にもね、ネジが切ってありますし、穴があります。今ね、私はね、とりあえずネジ1本で接続しようと思ってますけれど、もしね、こうやって動かしている時に、くるっていうね、回転が気になる方は、こういうね、穴とかね、他のネジを使って、2点止め、3点止めにすることによって、くるんってなるのをね、防ぐことができると思います。結構ね、こういうタイプの携帯ってね、水平回してるつもりが実はネジが緩んでたっていうことが多いので、こういうね、穴が開いてたりするのはね、嬉しいですね。はい、閉まりました。ベルトがね、初めちょっとね、くっついちゃってますね。これはね、何回かね、こうやって回して、だんだんスムーズになってくるようになりました。こっちも一緒ですね。今ね、ちょっとバリバリ言ってるので、ちょっと鳴らしていきたいと思います。だいぶ鳴らしができてきたかな。今度はね、望遠鏡をね、つけたいと思うんですけれど、ここにね、ネジがあります。M8 ネジがね、2つ、こことここ。で、M6 ネジがこことここ、2つありますね。こっち M8 の方が丈夫だとは思いますが、望遠鏡のね、鏡頭バンドとかをこれにね、直接つけてもらった方がより丈夫だと思いますが、今回はね、こうしたアリ溝をつけていきたいと思います。はい、今ね、アリ溝を取り付け終わりました。これはね、ビクセンで売られているアリ溝ですね。これでね、ほぼ準備は整いました。ではね、この携帯ちょっと詳細を見ていきたいと思います。まずね、この携帯の特徴というのが初めに言いました、このね、ベルトドライブってやつですね。このね、ベルトを介して回転します。本来だったらね、ここね、ギアとギアで絡んでるのが普通だと思うんですが、これはね、実はね、ギアで絡んでないです。こっちから見てみましょう。この角度だと見えると思うんですが、浮いてるんですよね。ですので動力はね、このね、ベルトを通して伝わってるわけなんです。そしてここがね、クランプですね。閉めてもフリーストップなのかな？閉めてもね、動きますね。で、ガッチガチに閉めても、ある程度ね、動きますので、ですのでね、当たり前のこと言うかもしれないですが、このね、望遠鏡はね、必ずバランスを取った状態で設置しないといけないです。じゃないとね、観察中にね、ぐーってね、どんどん傾いてきちゃいますもんね。おそらくね、水平の方も一緒でしょうね。今、クランプを閉めましたが、クランプを閉めた状態でも動きます。水平に関してはね、そこまでバランスにシビアではないですが、ここにね、穴があって、バランスウェイトを差し込めるようになってます。あとはね、一応微動という形で、ここにね、ハンドルがついてるんですけれど、微動というにはね、ちょっと微動ではない気がします。ちょっとね、回転するとね、すごい回転しますもんね。減速比がね、さほど大きくないというのかな。あとはね、ちょっと観測すると、こうグラグラしますね。やっぱりクランプをしっかり締めて、水平はね、使った方がいいです。クランプを締めればそこまでね、グラグラしないです。逆に言えば軽い機材だとね、このクランプのね、硬さでね、使いにくいっていうことが生じます。例えばね、ここを緩くすれば軽い機材で対応できて、ここを締めれば重い機材っていうような使い方はね、ちょっとね、難しいかなと思います。軽い機材でも重い機材でもね、ここをね、締めた状態で使うのがね、ベストだと思います。上下軸も一緒ですね。ほら。ですので、上下軸もこれね、しっかりとクランプを締めた状態で観察するっていうのがね、この携帯を使う上でのお決まりと
いうことになります。クランプをね、緩めてたらね、グラグラします。では、ちょっとね、望遠鏡を取り付けたいと思います。まあね、本当はね、搭載重量10キロあるので、もっと重い望遠鏡いけるとは思うんですが、とりあえずはね、軽い望遠鏡でね、様子を探った方がいいと思いましたので。あとはね、SV ボニーさんの方から、もうちょっとね、紹介してもいいよと言われたので、もう少しだけこの望遠鏡もね、お見せしたいかなと。とりあえずね、今フリーでね、ぐる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 回しておきますね。こんな感じでしょうかね。はい。ということでね、当然ながら搭載重量10キロ歌ってますので、これぐらいのね、SV ボニーさんのね、まあ3キロ程度のね、鏡頭だったらね、余裕でね、動かせます。イメージとしてはね、ノースマウントあったじゃないですか。あれね、アイベルさんでね、見た時のね、ぬるぬるさみたいなものはね、まあ感じたままに言えばね、ノースマウントよりはぬるぬるさがね、ちょっとあれかな、足りないかなと思いますね。あっちは本当にぬるぬるしますもんね。で、多分ね、ノースマウントさんとのね、比較としてね、この微動があるからこっちの方がいいっていう選び方はね、しない方がいいと思います。こっちのね、微動ハンドルはあくまでおまけとして考えた方がいいかなと思います。あくまでね、使い方としてはね、フリーストップの使い方でしょうね。ですのでね、あんまりね、シュミットさんのホームページでもね、ここのね、微動に関してはね、そこまで謳ってはいないんじゃないかなと思います。メリットの点としてね。まあ、あくまでフリーストップのマウントとして、で、しっかりクランプを締めた状態でスムーズに回ると。まあ、そこがね、売りの経緯台ですね。だからね、ここでね、一つね、比較したいのが、多分ね、スコープテックのゼロ、あれともね、比較される方がね、多いと思いますが、スコープテックのゼロはね、微動が微動として働きますので、まあ、微動を重視される方はね、ゼロマウントの方が私はいいかなと思います。あとはね、このフリーストップのね、この動きがね、どれだけね、恒星や惑星のね、動きにね、追従できるかってとこなんですよね。というのも、ノースマウントさんはね、微動がなくてもね、手先を動かせば、ちゃんとね、惑星や恒星を追えるっていうね、あの精度の良さが売りでしたよね。それがね、この境内にも当てはまるかどうかっていうのが、まあ今後ね、惑星や恒星を見ながらね、判断していきたいかなと思います。おはようございます。今日はね、ヘラクレス系台を使って観測しておりますが、こちらにはね、ゼロもあります。これとね、これを比較したいと思ってますが、ちょっとね、何せね、明日ね、もう4時間後にはね、出社しないといけないので、ちょっとあまり撮影機材とかはね、用いれないですが、ちょっと残念ながらね、シーングは悪いですね。バランスウェイトもつけたんですよ。実はね、付け方わかりましたので、こうして付けてます。はい、次はゼロですね。同じ条件で評価したいので、このね、ブランブランのハンドルは取りました。微動がない状態で、フリーでね、こうやってね、入れてます。フリーでね、やっぱ入れるっていう意味では、こっちの方がね、入れやすいですね。なんだろう、手の感覚がそのまま携帯に移動する感覚ですね。